ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KB イヤーの紅豆。KB イヤー大文字屋の表記の方が一般的なのかな？でも紅豆の方が耳に残るから、紅豆って呼ぶ。このイヤホンは、1万円くらいのクラスのトリプルドライバハイブリッド。内訳は、2DAH ダイナミックドライバで、ハイブリッドとしてはかなり基本に忠実な構成だ。外観としても、2010年代中盤くらいの上位機種、定番機の雰囲気を持つ、どこか堅実にまとまった印象のある1台なんだけど、実はハウジングはかなり珍しい形でコンパクト化されてて、ここをうまく攻略できるかで、印象の大きく変わるイヤホンだったりする。が、そこを乗り越えると、2DAH ダイナミックドライバの1万円クラスとしてふさわしい音色を手に入れられて、おまけに装着感も密閉感が強く、安定したものになるぞ。詳しく見ていこう。まずは外装から。紅豆の外装は、このタイプの金属製イヤホンでよく使われているアルミニウム合金系の素材。ノズル部分は分離しているけど、ここも金属製なので、全金属製の外装を持つ1台、という分類に入る。特殊な形状だけど、耳掛けを前提としておらず、耳から垂らす、一般的なイヤホンの装着方法だ。ただ、付属のケーブルがタッチノイズの少ないものなので、この装着方法でもノイズは気にする必要はなかったぞ。このイヤホン、装着にコツがあって、イメージとしては、外側に書かれた楕円状の段差デザインが、地面に卵を立てるように、直角に立つと、ちょうどいい角度。また、イヤーピースのサイズなども結構大事だけど、装着のちょうど良いところが見つけにくい代わりに、いい感じにはまると本当にすっぽりと完璧に耳に収まる。この装着の浅さ深さでも音色は結構変わってしまうので、ぜひ、しっかりと自分のベストポジションを見つけよう。本当に綺麗にはまると、ずれない、軽い、深く装着できるで、よくできた外装デザインだ。プラグ部分は MMCX。ただし、専用ケーブルと組み合わせると、基部の部分がカバーされて、外観、保護の面からも綺麗に装着できる。個人的にはリケーブルせずに使いたくなるデザインだ。本体側の MMCX 基部が突き出しているので、他のケーブルでも問題なく使えるぞ。逆に、ケーブル側は他のイヤホンに転用するのが難しいな。断線した時の保険くらいに考えておくのがいいだろう。音漏れが起きるような穴は側面に一つ。遮音性については、比較的良好だけど、ハウジングが軽量なアルミ系なので、ある程度は音が入ってくる感じ。総じて、普通より若干いい程度の遮音性、音漏れだ。大音量で聞かなければそれほど気にしなくていいだろう。付属品はオーソドックス。KB イヤーの1万円クラスには、ちゃんとしたポーチがついてくることが多いんだけど、この紅豆にもきちんと合成革のポーチがついてくる。革がダメになるまでは、これで持ち歩けるポーチだな。それと、一般的なイヤーピースが2種類。どちらも弾力がある程度あって、しっかり密閉できるタイプだ。特に変なものはついてこないけど、どれもきちんとこの価格帯らしい品質のものがついてくるぞ。内装について見ていこうか。効力は、テンプレートに沿ったような、王道の 2DAH ダイナミックドライバハイブリッドだ。ドライバの数は多すぎず、少なすぎず、外形も、最近では採用例の減ってきてる MMCX を採用していたりと、どこか数年前の懐かしさを感じる仕様。内装の方も同様で、BA、ダイナミックドライバともに、やれ20磁気のパワーだ台形だ、といった売り文句はなく、中華系に限らず良作の多い、定番の 2DAH ダイナミックドライバだな。ただ、もちろん完全に他社のコピーかというとそうでもなく、外装の装着しやすさとこれが組み合わさって、良いイヤホンになってるぞ。というわけで、音色について、その前に、装着がうまくはまってないと、このイヤホンの音色は全体的に軽すぎるように感じる。しっかりと装着できれば、低音、高音のポテンシャルをしっかり発揮できるので、特に低音域が軽い、と感じた場合は、より耳に深く押し込める角度を探して、少し鳴らしながら装着感を確認するべきだ。というわけで、しっかりと押し込めた時の音色。今回は、ヒディズス AP80 Pro X、テンポテック V6 で聞いてみたけど、どちらも音の良いところはしっかり出てた。低い出力でも、しっかりと良い音が出せるハイブリッドだ。紅豆の音色は、まさにお手本通りのハイブリッド。そこに、アルミ系合金のハウジングが組み合わさって、全体に反応が良く、高質な音色が楽しめる。
1BA1 ダイナミックドライバほど割り切っておらず、より超マルチドライバなイヤホンよりも、こってりしていない、ちょうど良いバランスのハイブリッドイヤホンだ。高音域が通常のダイナミックドライバのみのイヤホンよりもハキハキと出て、中音域、低音域もバランスよく出てくる。全体にはドンシャリのバランスで、高音の声量、明瞭感に優れる。高音はよく伸び、金属質な響き方も気持ちよく出る。残響は少なく、熱量がこもるような熱いイヤホンよりも、カラッと鳴らすイヤホンが好きな人におすすめだな。中華ハイブリッドイヤホンというと、低価格な KZ、TRN などのモデルのイメージがあるかもしれないけど、それらをうまく、どんな曲にも合うように、弱ドンシャリくらいのバランスで作ったのが、紅豆という感じ。同じ KB イヤーで比較すると、最近のモデルでは綺麗さの LARK または KB に、パワフルなロビンの2機種が主に印象に残るんだけど、本機はそのちょうど中間をうまく取ったような一台で、かつアルミ合金製の外装の響き方のおかげで、より音色の立ち消えがクイックになった印象を受ける。低音域も、他の低音パワー系マッチョイヤホンに比べるとおとなしめだけど、サブベースまでがっつりなるし、聞いていて量感の不足を感じる場面はないな。空間表現は適当に広く、壁を感じない、抜けが良いが刺さらない。密閉度も適当にある仕上がりだな。というわけで、装着感に癖、というか、スイートスポットがあって、それを意識して装着する必要はある。とはいえ、これは知ってれば誰でも意識して装着するだろう。装着が安定した時に聞こえてくるのは、まさに、アルミハウジング、サンドライバハイブリッドの、わかりやすく、丁寧で、バランスの取れたサウンドだ。高音域がもっとクリスプな鳴り方をしているイヤホンを聞いたことがない。一般的な5000円程度までの中堅機までしか聞いたことのない人には、おそらく斬新な体験。ただし、すでに中華イヤホンにどっぷりな人には、ある意味実家のような安心感すら感じる音色だと思う。おすすめしたい人は、この価格帯のイヤホンをまだ聞いたことがない人で、ハイブリッドのスピード感、とか言われてもまだ知らない初心者層、あるいはどっぷりこの手のイヤホンを触った人で、久しぶりにオーソドックスな金属外装ハイブリッドが触りたい人だな。装着感のピタリと収まるポイントを見つけてしまうと、ずっとつけていたくなる音と装着のちょうど良さだ。紅豆は古い設計、というよりは、過去のイヤホン、スタンダードさの良さを再確認させてくれる装着や形状をアップデートさせたような、古いけど、新しく感じるイヤホンだと感じた。それでいて、しっかり部品品質とかは過去の同じクラスと比べると伸びてるので、自分の中のベーシックなサンドライバーを更新したい時におすすめだぞ。ずっと使ってられる、定番ハイブリッドが1本欲しい時にいかがかな？と、こんなところだな。ハイブリッドはまだまだ新しいジャンルのイヤホンなんだけど、それでも、クラシカルな印象を受けるくらいにイヤホンは発売されてるんだな。毎年毎年進化しすぎなんだよ中華イヤホン。でも、たとえ数年前のイヤホンでも全く古臭さとかは感じないけどな。品質が当時はガバガバだったなぁ、と思うことは結構あるけど。といったところで今回はここまで。